アンニョン、パックンです。今日もマッキー呼びました。やー僕らって日韓カップルで付き合って5ヶ月目のことでした。僕もマッキーも人生で大きな決断をやります。そう。それは、同棲ですよ。普通のカップルでも、普通に韓国でも5ヶ月目で同棲ってありえないスピードなんですよ。でも、やっちゃったわけですね。はい。でこれもストーリーがありまして、今日はそのストーリーを聞いてみてほしいんです。で今日3つあります。1つ目は、同棲を始めた理由について。で、2つ目はお部屋探しについて。で、3つ目は同棲後の所感です。僕らがどのような気持ちがあって、何を考えてありえないスピードで同棲を始めたのか。それでは行きましょう。イェイまず1つ目、同棲を始めた理由ですね。じゃあその辺の流れ、じゃあマッキーさん、ちょっと説明してもらっていいですか？はい。付き合ってもう直後にはなんとなく同棲の話が出てたんですよ。なぜならもう付き合った序盤からそもそもパク君が今の家が嫌すぎて引っ越したいから次を探してたんですね。そうです。10平米で3畳ぐらいの極狭ワンルームだったので、もう精神的に限界でした。それに伴い私たちも急激に仲良くなったので自然に同棲を考えてたね。そうですね。あと、マッキーも当時話しましたが、僕も年齢的には遊ぶとかもそのような年齢じゃないので、うん真剣に考えようっていうのもあったのね。うん。だからうん。真剣に考えてるからこそ、なんか一緒に住むなら住むで早く住んでみて、ダメだったら、別々の道に行く方がいいよねっていう話もしたよね。したっけ？うん。したした。ああ、うん。そうだから、そうなんだ。別はい。れないよ。別れはい。ないけど、はい。早くお互いを知るためには、同棲した方が早く分かるよねって話をした。いや、さすがに早すぎるだろうって自分たちでも思ってたけど、それをパク君に言ったら、すごい印象的なこと言われて、スピードは関係なくないってすごいキメキメで言われて、そう、スピー覚えてドじゃなくて、覚えてないそです。の親密はい。度は自分たちにしかわからないから、そはい。の世の中の早い遅いああ、なんてそれは関係なそうですよね。はい。くないって。何事も持論なんですが、はい。世の中がこうしてるから、僕らはい。もそうしようねっていうのは僕は好きではなくて、うん。僕たちがどう思うかですよね、要は。うん。もう何をやるにしても。うん。なので、同性に関しても、うん。確かに世うん。間一般的には早いかもしれないけど、うん。僕らのみの事情もあるし、うん。思いもあるし、うん。ってことで、うん。早くやってもいいんじゃないかなって思うん。ってました。うん。世間的に見たら早いけど、自分たちの感覚としては全然早くなかったよね。にしてもさすがに早いなって感覚はありました。うん。なので、急がずにうん。同性の話が出た後から1うん。ヶ月から3ヶ月間は猶予期間というか、うん。で、ずっとずっと考えてみて、それでうん。もよかったらやろうねうん。みたいなうん。感じで始まったうん。感じだよね。そうだね。僕も末期もうん。考えて考えてうん。考えて出た結果だったので、うん。順当だよねっうんうんうんうて感じだった。ん。急いだ感じではない。うん。僕らがそう思っていても、親の立場からすると、全く別の次元の話ではないですか。うん。なので、末期もうん。僕もうん。親にはうん。言いました。うん。こういうふうに考えていて、うん。大丈夫そうですかで、僕の両親の場合は、やりたいようにやってみたいな、サうん。ポートしてくださるスタイルだったので、うん。特に反対とかはなかったです。うん。末期どうだっ心配事項が何点かあったけど、それは私が間に入って、私の両親が私を介してパク君に質問をして、で、パク君が大丈夫ですみたいな感じで、ラリーがあっ何か確かあったよた。ね。うん。代表的なところで言うと、やはりうん。そのお金とかは大事で、僕もうん。大事だと思っていうん。ます。うん。2人で住むってなると、うん。10万は軽く超うん。うえますん。よね。なので、誰が支払って、うん。お金の連携ってどうするのっていうん。うのもあったんですね。うん。これは結論で言うと、例えばお金の話は、半年分くらいうん。先に預けて、うん。そこから会計してもらうってうん。いう風にうん。やってたりとうん。かはしていますうん。ね。例えば、うん。僕の親は本当に大丈夫って言っていらっしゃるのみたいな話もあったりしてうん。て、ご飯一緒に食べに行った時に、うん。ビデオ通話つなうげて、そこでん。会話しながら、そう、両家がね、両そう、家の親がね、やりしたね。ますね、みたいな感うん。じで決うん。めたっていうのがあったよね。うん。なので、まとめると、早くから出てたし、うん。気持ちも合ってたし、両家も合ってたし、両家から許可をもらってたような状況でした。で、2つ目の話、お部はい。屋探しなんですが、うん。お部屋探しって大事だし、大変だっうん。たんですね。うん。なんか、ある。難しいことが3つあります。はい。まず、一緒に住んでないから、いい物件があってもこれ大丈夫って LINE で送って、やり取りをしてから不動産屋さんに空いてますかって聞かなきゃいけないから、それが大変だったのが1つ。2つ目が、パク君はバイク置き場が絶対必要だから、その条件を入れるだけでもう都内の物件はすごい絞られる。3つ目は、スーモもホームズもアットホームも頑張っていらっしゃるんだと思うんですけれども、申し込みしてもその物件もう埋まってますっていうことがもう全部だよね、ほとんど。はい、もう5、6回ぐらいありまうん。した。
現場行ったのは1回だけど、問い合わせ自体は10件、20件ぐらいしたよね。ホームページには空いてますよって書いてあるんですよ。で、メール送ったら、いやー、5分前とかに埋まりましたみたいな感じの。絶対嘘だよ。本当の方もいらっしゃるとは思いますが、なんか受け手側としては、本当かなって思うようなことが何回かありました。それでネットに出てる情報はちょっと遅いので、来店していただいた方が早いですっていう風にするのがやり方なんだよね。誠実な方もいらっしゃると思いますが、はい。ここは本当にマッキーさんの手伝いをいっぱいいただいて、僕が。マッキーは割とメールとか送れる時間があるとか、あと契約者も僕は僕でやりたいと思いますが、外国人で10万とか物件ってなると結構貸してくれないところ多かったりするんですね。名義もマッキーの方にした方が借りやすいっていうのもありましたね。とかで結構諸々の手続きをマッキーさんにお願いしていて、ははは。ありがとうございます。でもパックンもいっぱい探してくれたんだよ。はい。っていうのはありましたね。で、探したのが今の家で、いや、この家本当にいいです。僕は満足しています。まず、距離もお互いの職場と研究室からちょうど間ぐらいの距離にある。で、繁華街も近いので、すぐ出たら、バーガーキング、ラーメン、コーヒー何でもあるし、駅も通路線とかあるから動きやすいっていうのもあるし、バイクも置けるしっていうところで、僕もマッキーも満足して生活できています。次3番目の話。実際同棲してみて、住んでみてどうだったのって話ですが、どう？楽しいっていうのはどういう？今までここに同棲する前は、2回私は一人暮らししていて、1つ目のうちと2つ目のうちと。で、もちろん一人暮らしだから自分だけの部屋だったじゃん。だから自分だけの部屋がなくて誰かと一緒に住むって、なんかいくら好きな人でも大丈夫なのかなって思ったけど、意外と大丈夫だね。意外と。うん。ここで大丈夫ではないとは言ういいでしょうが、大丈夫です。本当に大丈夫です。はい。お互い携帯いじるときは携帯いじるし、テレビ見るときはテレビいじるし、ご飯食べるときはご飯食べるし。テレビはいじんないけど。テレビはいじらないけど、テレビ見るね。はい。テレビを見ますっていう日本語ですね。でしかもパクくんと一緒にいた方が気持ちも安定してるし、穏やかに過ごせてて、私は昨日大きな失敗をしてしまったんですけど、お部屋の一角にパクくんのデスクのスペースがあって、お互いの一人一人の部屋はないんですけど、パクくんの机だけはパクくんの島みたいになってて、そこを私は最近借りて勉強しているんですね。でも勉強を何時間もやって、しかも他の作業もいっぱいやってると、もうパクくんの存在を忘れてはないけど、自分の中でなくなっちゃって、自分の作業に集中しすぎて、イライラしちゃって、とか言いながら作業してしまいました。そしてパクくんが大丈夫って声をかけてくれるまで、私はプンスカプンスカしてたので、パクくんに嫌な思いをさせてしまって、すごく反省しました。だから、自分の世界に入りすぎずに、パクくんの存在を感じた方が私は心が安定する。まず、その前に僕は怒ってもないですし、何も特に思ってないんですけれども、反省したいっていう自分の気持ちとして思っているらしいので、自分で反省会したければどうぞって感じで見てるぐらいの意味ですね。今の話はそうだよね。同棲していて、今までだと一人で自分で家にいて、もう何をしても自由なわけなんじゃない。でも、家で二人でいると、お互いの行動は気にするようになるっていうのはありますね。でも、別にそれで喧嘩したわけでもないですし、そういう瞬間も週に1回あるかないかぐらいのレベルだから、特に気になってはない。他の話で言うと、僕も家帰ってきたら、マッキーと話せるから、生活感持てるし、日本語も伸びますし、元気になったところがあって、僕も結構一人でいるところ好きなんですが、同棲してよかったなと。ずっと一緒じゃないからね。そうですね。なんか日中はそれぞれ別の場所にいるから、別に夜一緒にいるぐらいで嫌になったりはしないから。今日の話で、韓国人関連の話はゼロだった気もするが、なんかある？これ、韓国人みんなそうなのかなみたいな思ったことない？全くない。あるあるで、韓国人彼氏って優しいから、料理してくれると思ったみたいなことないの？ない。ない。期待してない、そこは。あとは、これ日本と韓国で分けたらあんま良くないと思うけど、韓国は知らんけど、日本はやっぱり女の人にいろんなことを期待すると思うんです。料理してくれる彼女とか。傾向的にはね。そう、傾向的には。で、知り合いも彼女が作ってくれたご飯インスタに載せたりとかしてるけど、その傾向と比較すると、うちはそうじゃないよね。まあ自由だよね。
料理自体もそんなしないですし、基本別々で準備してやっていきましょうってやってる。このチャンネルは韓国人云々とか日本人云々とか、散々言ってますが、僕ら2人は実際のところも韓国人、日本人関係なく、普通関の係ない。人間2人がいるって感じです。うんあと、ビハインドストーリーで言うと、初期の頃にここにギターあったんですよ。動画のアクセサリーとしてギター使ってたわけですが、めっちゃ質問されたんですね。パクさんギターやってるんですかとか。で、末期の存在も言ってなかったし、同性の話もしてなかったので、これ、知り合いのものでして、知り合いなわけないでしょ。っていう話してた時期もあったんですね。一人だけめっちゃ鋭い方がいて、ギターに足しとくと良くないから外しといた方がいいですよみたいなコメントも来てて、おーすごい、そこまで見られてるんだと思いながら、覚えてらっしゃる方はもうコメントでぜひ教えてください。今、同棲しても半年ぐらい経ったよね。はい。で、半年、恋愛通して喧嘩もなく、ずっとスムーズで、着ることもなく、いつも元気に生活できています。僕も同棲初めてで、マッキーも初めてだよね。不安もありましたが、大丈夫でした。皆さんいつも見ていただいてありがとうございます。チャンネルコメント全部見てます。いいねももしよければぜひやっていってください。以上で終わりにしたいと思います。はいまたお会いしましょう。アンニョアンニョーー。